あなたが家を建てるときって、通常は青写真、つまり設計図というものがありますよね。ええ、そうですね。そこには直線が引かれていて、ミリ単位の寸法が書き込まれているじゃないですか。大工さんはそれを見て、ああ、なるほど、ここに柱を立てて、ここに窓を作るんだなって理解しますよね。すごく物理的で目に見える、非常にわかりやすい世界です。はい。とても安心感のあるプロセスですよね。私たち人間は物事が視覚化されてきちんと分類されて目で見て確認できることを好みますからね。ですよね。でも、いざ生命という家を建てる世界に足を踏み入れると、突然その見慣れた青写真が消えてしまうんですよ。代わりに私たちが渡されるのは、目に見えないほど小さな、たった4つの文字で書かれた暗号の羅列なんです。しかもその暗号は細胞分裂のたびにシャッフルされたり時には書き換えられたりしていますからね。そうなんですよ。ということで今回の深掘りでは、私たちがいかにしてこの生命の設計図を読み解いてきたのか、あなたにそのショートカットをご提供したいと思います。本日の探求は非常にダイナミックな旅になりますよ。親から子へ特徴が受け継がれるという抽象的なルールから始まりまして、はい。最終的には今あなたがこの音声を聞きながら動かしている筋肉や骨格を作り上げるミクロな分子の仕組みへとつながっていきます。よし、じゃあこれを紐解いてみましょう。まずは全てが始まった19世紀の修道院の庭にタイムスリップします。グレゴール・メンデルですね。そうです。彼が育てた何万株ものエンドウ豆です。でも、メンデルの話に本格的に入る前に確認したいんですけど、彼が実験を始める前って、当時の人々は遺伝についてどう考えていたんですか？当時の科学界ではブレンド説というものが主流だったんですね。ブレンド、つまり混ぜ合わせるってことですか？ええ、非常に直感的な考え方でして、両親の特徴は絵の具のように混ざり合うと信じられていたんです。なるほど。お父さんが青色の絵の具で、お母さんが黄色の絵の具なら、子供は緑になるというような感覚ですよね。その通りです。しかしメンデルはその常識に疑問を持ちました。もし全ての特徴が混ざり合うなら、世代を重ねるごとに生き物の個性は失われて、はい。最終的には全てが均一な灰色になってしまうはずですよね。確かに、絵の具を全部混ぜたら最後は濁った灰色になりますもんね。そこで彼は純系譜の紫の花と白の花のエンドウ豆を交配させました。もしブレンド説が正しいなら、子供は薄い紫色になるはずですよね。でもそうはならなかったんですよね。はい。F1 世代、つまり最初の子供たちはすべて真紫になったんです。白はどこに行っちゃったんですか？それが面白いところでして、さらに重要なのはここからです。メンデルがその紫の子供同士を掛け合わせた F2 世代で、消えたはずの白が突然復活したんですよ。比率は見事に3対1でした。ちょっと待ってください。そこで混乱するんですけど、もし紫が優勢で白が劣勢として隠されてしまうなら、なぜ白という特徴は完全に自然淘汰されて消え去ってしまわなかったんですか？だって世代を重ねればいつかは全て紫になりそうなものじゃないですか。素晴らしい視点です。それこそがブレンド説を完全に負わした分離の法則の核心なんですよ。分離の法則。はい。遺伝とは絵の具を混ぜるような不可逆的なものではなく、なんというかトランプのカードのような独立した粒子の集まりだとメンデルは見抜きました。トランプのカードですか？劣勢遺伝子は表面的な見た目、つまり表現系に現れなくても消滅したわけではないんです。ただ潜在しているだけなんですよ。なるほど。つまり親から子へ遺伝情報が渡されるのは、青と黄色の絵の具を混ぜるんじゃなくて、トランプの山札をシャッフルして配るようなものなんですね。まさにその通りです。
カードそのものは混ざって別のカードになるわけじゃなく、独立したまま手札に入ってくる。そしてたまたま白のカードが2枚揃った時にだけ再び白い花が咲くと。完璧な理解です。個体の中にはキャリアとしてしっかりと受け継がれていて、次の世代へ運ばれるのを待っている。カードはデッキの中に確実に保存されているんです。手札が運ばれ続けるわけですね。でもここで大きな疑問にぶつかるんですけど、はい、何でしょ遺伝子がトランプのカードのように毎回シャッフルされるなら、なぜ生物はわざわざそんな面倒なことをするんでしょうか。う？面倒と言いますと？だってもし私が今の環境に完璧に適応しているなら、細胞分裂で自分と全く同じクローンを作った方がパートナーを探しても省けるし、圧倒的に効率的ですよね。なるほど。効率だけを考えれば、無性生殖によるクローン化は非常に合理的ですね。ですよね。しかし現実には私たちを含む多くの多細胞生物は原数分裂という非常に複雑なプロセスを経てわざわざ有性生殖を行っています。原数分裂ってただ染色体を半分に割るだけじゃないんですよね。単なる半減ではありません。この過程で父親由来と母親由来の相同染色体が物理的に絡み合いまして交差という現象を起こすんです。交差、クロスオーバーですね。はい。キアズマという結合部を作ってお互いの DNA の一部をちぎって交換し合うんですよ。ちぎって交換するんですか？そうなんですよ。これによって全く新しい遺伝子の組み合わせを持つ染色体が生まれます。人間の場合、ただ染色体をランダムに割り当てるだけでも800万通り以上の組み合わせになるのに、さらにその染色体自体の物理的に切り張りで混ぜ合わせていると。天文学的な数の多様性ですね。でもなぜそこまでして多様性を作らなきゃいけないんですか？それについては進化生物学における赤の女王派説が答えを教えてくれます。赤の女王、不思議の国のアリスの全力で走り続けなければならないに由来する仮説です。全力で走る。誰から逃げているんですか？寄生虫やウイルス、そして環境の変化からです。彼らもまたあなたを出し抜くために常に進化していますからね。なるほど。もしあなたが全く同じ遺伝子構成のクローン集団だったとします。一つのウイルスがあなたの防御システムを突破した瞬間、種全体が全滅してしまうんですよ。怖っ。つまり無性生殖でクローンを作り続けるっていうのは、絶対にパスワードを変更しないまま何世代も同じログイン情報を使い続けることみたいなものですね。とっても的確な例えですね。最初は良くてもそのうち必ずウイルスや寄生虫といったハッカーに破られてしまう。だからこそ有性生殖という名のセキュリティシステムのアップデートを毎回カードをシャッフルすることで行っているんです。なるほど。これをより大きな視点と結びつけ考えると、多様性とは単なる個性の違いではなくて、種が生き残るための究極の防壁だということがわかりますね。多様性が生存のパスワード変更だというのはすごく納得しました。でもそのシャッフルされるカードの実態、つまり染色体って一体何の物質でできているんでしょうか？それこそが20世紀前半の科学界を二分した最大のミステリーだったんですよ。ミステリーですか？染色体が遺伝に関わることは分かっていましたが、その成分であるタンパク質と DNA のどちらが情報を記録しているのかが大きな論争になっていたんです。ぶっちゃけ当時の科学者だったら私も絶対にタンパク質だってかけていたと思いますよ。それはなぜですか？だってタンパク質を作るアミノ酸って20種類もあるじゃないですか。英語のアルファベットみたいに複雑な文章が書けそうですし、それに比べて DNA は A、T、G、C のたった4種類の塩基しかないですよね。たった4文字で人間みたいな複雑な生命体の情報が書けるわけがないって思いません？全く同感です。当時の多くのトップクラスの科学者たちもそう考えていました。しかし1952年のハーシーとチェイスによる実験がその常識を打ち崩したんです。どんな実験だったんですか？彼らはバクテリオファージという細菌に感染するウイルスを使って実験を行いました。どうやってその論争に決着をつけたんでしょウイルスの構造に目をつけたんです。ウイルスは DNA のコアをタンパク質の殻が包んでいるだけのシンプルな構造なんですね。はいはい。彼らはタンパク質には硫黄が含まれるが DNA には含まれないこと。逆に DNA にはリンが含まれるがタンパク質には含まれないことに着目しました。なるほど。成分の違いですね。そこで放射性同位体を使って
タンパク質の殻を硫黄で、DNA をリンでマークしたんです。つまり目印をつけたわけですね。外側の殻と内側のコアに別々の蛍光塗料を塗ったようなものだ。その通りです。そしてウイルスを細菌に感染させた後、なんと普通のキッチン用ブレンダー、つまりミキサーに入れて激しくかき混ぜたんですよ。ミキサーですか？はい。その物理的な力でウイルスの外核を細菌の表面から振り落としたんです。その後、細菌の体内を調べると入っていたのはリンだけだったんです。うわー、つまりウイルスが細菌を乗っ取るために注入していた石鹸の実態はタンパク質じゃなくて DNA だったってことですか？ええ、そういうことです。ブレンダーを使った物理的な力技と分子レベルの目印の組み合わせ。いや、天才的ですね。本当にそうですね。これで遺伝物質が DNA であることが確定しまして、その後、ウォッツォン、クリック、そしてロザリンド・フランクリンの X 線解析データによって、あの美しい二重らせん構造が解明されました。有名な形ですね。でも、ここからが本当に面白いところなんですけど、そのたった4文字の DNA がどうやって完璧なコピー機として機能するんですか？実は、二重らせん構造自体がコピーの仕組みを内包していたんですよ。と言いますと？ DNA の塩基は A は必ず T と G は必ず C とペアを組みます。つまり二重らせんをジッパーのように半分に開けば片方の鎖を見るだけでもう片方の鎖の配列が自動的にわかるんです。半分になってももう半分を完全に復元できるってことですね。はい。これを半保存的複製と呼びます。細胞分裂の際、DNA ポリメラーゼという酵素がこのジッパーを開いて、それぞれの鎖を鋳型にして、全く同じ新しい二重らせんを2つ作るんです。4文字の DNA コードが驚異的な正確さで複製される仕組みは分かりました。でもまだ私の中でパズルのピースがつながっていません。どの部分でしょうか？その情報は実際にどうやって私たちの物理的な体を作っているんですか？暗号がどうやって今私が触るこの腕の筋肉や骨格に変換されるんでしょなるほど。その溝を埋めるのがセントラルドグマと呼ばれる生命の基本原則です。情報の流れは一方通行で DNA から mRNA に転写され、その後タンパク質へ翻訳されます。ちょっと待ってください。なぜ直接 DNA からタンパク質を作らないんですか？なぜ mRNA という中間地点が必要なんですか？DNA を厳重な金庫の奥に保管された門外不出のマスターレシピ本だと想像してみてください。レシピ本、はい。もし料理人がその本を直接キッチンに持っていったら、油で汚れたり破れたりする危険がありますよね。原本がダマージを受けたら細胞全体が死んでしまう。だから DNA というレシピ本は核という金庫から一歩も出ず、代わりに mRNA という使い捨てのコピー用紙にレシピを写し取ってキッチンに持ち出すんですね。完璧な比です。そのコピー用紙である mRNA は細胞内のキッチンであるリボソームという工場に運ばれます。リボソームですね。酸というレンガをつなぎ合わせてタンパク質という物理的な構造物を組み立てるんです。でも mRNA は4文字のアルファベットで書かれていますよね。アミノ酸は20種類。どうやって翻訳するんですか？ここでコドンという概念が登場します。mRNA の塩基3文字のグループが1つのコドンとして機能して特定のアミノ酸を1つ指定するんです。つまり AUG という3文字の並びを見たらメチオニンというアミノ酸を持ってこいという指示になるわけですね。まさにそうです。それでそのアミノ酸の鎖が折りたたまれて実際に私たちの体を動かすパーツになる。その通りです。例えばあなたが今腕を動かした時、筋肉の中ではアクチンとミオシンというタンパク質がスライドして収縮しています。アクチンとミオシン、解剖学で聞く名前ですね。さらに筋肉が勝手に痙攣しないように普段はロックをかけているトロポミオシンという制御タンパク質もあります。はいはい。またあなたの骨を支えているアミノ状の骨梁や成長期の骨を伸ばす骨端軟骨も全ては細胞が DNA の指示通りにアミノ酸を並べた結果生み出された物理的な構造なんですよ。つまりこれってどういう意味があるのっていうと、解剖学の教科書に載っている複雑な骨や筋肉の形は全てあの4文字の暗号の並び順が生み出した情報の物理的な実体化だということですね。いや、鳥肌が立ちます。ここで非常に興味深い事実がもう一つあります。遺伝暗号の縮重という性質です。縮重？
先ほど3文字で1つのコドンを作ると言いましたよね。4種類の塩基の3つの組み合わせは4の3乗で64通りあります。しかしアミノ酸は20種類しかない。計算が合いませんよね。確かに44個も余ってしまいますね。実は複数の異なるコドンが全く同じアミノ酸を指定することがあるんです。突然変異に対する極めて優秀な安全装置なんですよ。安全装置？もし DNA の複製時に1文字コピーミスが起きてコドンが変わってしまっても、変更後のコドンが同じアミノ酸を指定するものだったらどうなりますか？ああ、出来上がるタンパク質の構造には何の影響も出ない。まるで家の鍵をなくした時のために複数のスペアキーを隠し持っているようなものですね。その通りです。しかし、どれほど安全装置があっても、数十億個回の細胞分裂の中で完璧なコピー機というものは存在しません。現場監督への指示書にどうしての取り返しのつかないタイプミスが起きてしまったらどうなるかですね。もちろん DNA ポリメラーゼにはミスを見つけて修復する構成機能があるんですよね。はい、あります。しかし、それをすり抜けるエラーや紫外線などの外部要因によるダメージもあります。紫外線ですか？例えば紫外線は DNA 上の隣り合うチミン同士を結合させてチミンダイマーという異常な構造を作ってしまいます。それは修復できないんですか？通常は修復されるんですが、この修復機能自体が壊れていると、色素性乾皮症という日光に当たることができない深刻な疾患を引き起こしてしまいます。なるほど。一つの文字のミスだけじゃなく、染色体というマニュアルのページごと間違えるようなもっと大きなエラーもありますよね。おっしゃる通りです。原数分裂の際に染色体がうまく分かれない不分離が起きると、染色体の数が変わってしまいます。これが21番染色体で起きるとダウン症候群を引き起こします。ふむふむ。また、エラーではなく意図的なコントロールとして、メスの細胞が持つ2つの X 染色体のうち、細胞ごとにランダムに片方がオフになる X 染色体の不活性化という現象もあります。それは視覚的に分かりやすい例がありますよね。サンメネコの模様。素晴らしい。あれは、オレンジの毛を作る X 染色体と黒い毛を作る X 染色体が細胞ごとにランダムにオフになるから、あんなモザイク模様になるんですよね。完璧な例です。さらに、細胞分裂のたびに染色体の末端が短くなっていくテロメアという現象もあります。テロメア。靴紐の先についているプラスチックのキャップのようなもので、これが短くなることが老化に関わっています。テロメラーゼという酵素でこれを延長することもできるんですが、がん細胞はこれを悪用して無限に増殖してしまうんです。エラーや突然変異と聞くと、どうしても病気や老化、がんといった悪いことに思えてしまいます。でも、もし仮にですよ、はい。生命のコピーシステムが 100% 完璧で、一切のエラーが起きない究極のコピー機だったとしたら、私たちは今どうなっていたんでしょうか？これは重要な疑問を提起しますね。もし DNA のコピーが一切のミスを許さない完璧なシステムだったなら、地球上の生命は数十億年前に海で誕生した最初の単細胞生物からただの一度も姿を変えていないことになります。ということは、エラーこそが？はい。突然変異、つまりエラーこそが進化の原材料なのです。進化の原材料？例えば、人とチンパンジーの決定的な違いを生み出した要因の一つに、第18番染色体の逆位という現象が考えられています。逆位？染色体の一部がちぎれて、180度反転して逆向きに再挿入されてしまったという構造上の巨大なエラーですね。本来なら致命的なミスになりそうですけど。しかし、このマニュアルのページの入れ替えによって、特定の遺伝子の位置が変わり、脳の質細胞などでの働き方が変化したと考えられています。なるほど。マニュアルの誤植が結果的に脳の機能に変化をもたらして、私たちを単細胞生物から人間へと進化させる原動力になったんですよ。ほいとり圧倒されますね。最初はメンデルが修道院の庭で育てたエンドウ豆のブレンドされない特徴から始まりました。そして寄生虫から逃げるためにパスワードを変更し続けるカードのシャッフル、つまり原数分裂。ミキサーを使って証明されたたった4文字の DNA の正体。その4文字が mRNA という使い捨てのコピー用紙を経由してリボソームというキッチンで筋肉や骨格を作るレンガになる。そして時折起こるタイプミスが私たちをここまで進化させてきたと。そうです。
あなたが今この音声を聞いていること、その複雑な脳でこの話を理解していること自体が数十億年かけて実行されてきた成果なんですよ。ええ。無数のバグや突然変異を取り入れながらアップデートされ続けてきた壮大なコードの成果なんです。本当にその通りですね。最後に、あなたに少し考えてみてほしいことがあります。今回の情報源には、私たちのルーツに関する驚くべき事実が含まれていました。ほう。実は、現代人の DNA の中には、2から 3% ほどネアンデルタール人の DNA が混ざっているんです。私たちの祖先とすでに絶滅した彼らとの間で交雑があったという動かぬ証拠ですね。はい。例えば、私たちの頭蓋骨や上半身の骨格の形成に関わる RNX2 という遺伝子があります。なるほど。ネアンデルタール人の特徴的なベル型の胸郭や前頭骨の違いを生み出していたこの遺伝子は、彼らとの交わりの記憶として、今の私たちの中にもモザイクのように書き留められているんです。私たちの物理的な体の中に古代の歴史がそのまま息づいているんですね。つまり、あなたの細胞の中にある生命の設計図は、単なる人間の歴史だけでなく、すでに絶滅した人類の記憶も保存した歴史書なんですよ。ええ。次に洗面台で鏡を見て、自分の顔の骨格、頭蓋骨のラインを見つめるとき、ほんの少しだけそこに古代の親戚の姿を探してみてください。あなたという家を建てた青写真は、決して無機質な記号ではなく、彼らの生きた証とともに、今もシャッフルされ続けているのですから。